ご視聴ありがとうございます。今回は、建設が進む芳賀宇都宮 LRT 後編です。4ヶ月の間に工事が進み、前編の公開翌日に試運転まで始まった区間の一方、対象から外れた区間の今と路線の未来を、工事が遅れる原因となった場所や、すべての停留場を回って追いかけます。前編をまだ見ていない方は、概要欄から見てくださいね。ここは、前回最後にご紹介した、平石停留場。ここから先、東側で道路をくぐる場所も、構造物はすでに出来上がっています。この先は今、どうなっているのでしょうか。奥の道路を抜けると、それまではあった河川がなくなります。レールの隙間はまだ埋められていません。そしてこの先では河川中のビームもなくなり、銀色の柱だけ。その先に見えるのが、次の停留場、平石中央小学校前。ここも Google マップに載っています。小学校自体はこの右奥。交差点に面した二面二線の構造ですが、併用軌道区間のように互い違いにはなっておらず、同じ位置に並んでいます。土台はまだ作り途中で、発車案内表示器にもカバーがかけられています。床面にはシートがかけられ、塗料の缶や資材があちこちにあるなど、工事の進み具合が一段遅いです。一方この先も、工事の進み具合は停留場の前とほぼ同じ。あと一息にも見えますが、ここはこの LRT の中でも苦労した区間の一つです。4ヶ月前を見てみると、様子が違うことがわかります。前回の時点では、これらの軌道は基礎ができているか、整地途中の段階でした。これは周辺に住宅が多く、難易度の高い用地買収が必要だったからです。道路整備も合わせて行ったものの、住宅地は田んぼよりも時間がかかる上、感染症の影響でより遅れてしまいました。用地買収の交渉は、リモート会議では対応できないことも多いのです。そしてこの先では、それまで沿っていた道路を離れ、建物と丸かぶりする経路になっています。この図は一部ずれている箇所もありますが、立ち退き対象の建物が複数あることがわかります。4ヶ月前がこちら。右奥にある建物は一部だけを解体したため、その部分だけ外装の色が違います。前段階で時間がかかったため、レールの敷設もまだ終わっていません。ちょうど運び込まれたこのカッターでレールを切り揃え、それからつなげるようです。一方この先では軌道が再び形状を変え、左右にはフェンス。軌道上では架線を張る作業中です。そしてその奥にそびえる森の壁。先へと進みます。軌道の作りが変わるあたりから建物はなくなり、再び田んぼの真ん中を走ります。軌道は右カーブになり、コンクリートの構造物で支えられ、地面とは高低差ができています。なお、構造物の状態は4ヶ月前とそこまで変わりません。今になって架線を張っているのは、この直前の区間の進捗が遅く、試運転に入れないため、先行して試運転できる区間を優先したからのようです。そしてこの光景に、あるヒントが隠されていることにお気づきでしょうか。じりじりと高さを上げていく軌道、その勾配と曲線は、平石停留場の前にあった立体交差に比べて非常に緩やかです。そしてここで重要なのが軌道の上。そう、架線です。これまでは併用軌道はもちろん、専用軌道でも電線は1本で、架線中のところだけ2本になるタイプでした。この架線は電線が2本あり、一般の鉄道でも広く使われているもの。メンテナンスの手間はかさみますが、列車の速度を上げられるメリットがあります。道路などと交差しないこの区間は、専用軌道の中でも高速走行できる区間で、この架線はそれを支えるものです。そしてここが立体交差になった理由が、この先にある直線区間、高架橋の形が変わる場所にあります。この高架橋の下にあるもの、それが北関東有数の大河川、鬼怒川です。交差部分の川幅は、堤防の頂点の間で600メートル弱。LRT 単独で川を渡るため、専用軌道の直線の端で、ズドーンと一気に渡ります。そして車両の設計最高速度は、時速70キロ。開業時は路面電車が従う軌道法の関係で時速40キロに制限されますが、特別な認可を受けて最高速度を引き上げる構想があり、その時はより速い速度で爆走することになりそうです。工事は水量が増える夏場を避けるため、4年以上前から始められ、今から1年以上前に完成。周辺を含めて46億円の費用が投じられています。
強度を確保しつつ橋脚の数を減らし、治水対策にも配慮されています。ただし、車両の性能を生かすという意味では、この橋梁はまだ5合目です。この先で、高架橋が高さを下げているのが見えるでしょうか。鬼怒川を越えて高さを下げた後、地上に降りずに平坦になる場所にあるのが、飛山城跡停留所。元は近くにあるバス停と同じ名称でしたが、この北東600メートルにある史跡の名前が正式名称になりました。ホームが地上にないのはこの LRT ではここだけで、周辺とのアクセス道路が構築されています。そしてここから軌道は再び高さを上げます。軌道を地上まで下ろさないことで勾配を緩くでき、道路との平面交差を避けられるというわけです。軌道は一旦平らになるように見えますが、ここからが本番です。鬼怒川の東側ではアップダウンの激しい地形になるため、それに追いつくためにアップダウンの多い線形になります。少し先へ進むと、奥が見えない場所から飛び出してくる高架橋が見えます。そしてこの高架橋は高さを下げながら道路を乗り越え、その奥で小さな道路を抱き込むように乗り越えた後、今度は別の道路をくぐります。手前で軌道が越えていた道路よりも高い場所にある道路をくぐる線形。この左奥から逆向きに見たのがこちら。望遠で圧縮した構図ではありませんが、ダイナミックな線形がよくわかります。なお、この辺りは前回構造物がある程度出来上がっていた場所。周辺の住宅も少ないので、平石中央小学校前周辺に比べて工事が進んでいました。軌道の整備も着実に進んでいるこの区間。そしてこの裏に、アップダウンの最後のアップがあります。一転して上り勾配になり、この奥でここより高い位置にある道路に並びます。鬼怒川を渡って高さを下げた後、地面までは降りずに飛山城跡停留場、そして高さを上げて山と道路を越え、下り勾配で別の道路をくぐり、また上り勾配で高さを上げて道路に突撃するという、ダイナミックすぎる線形です。これらはすべて専用軌道であり、芳賀宇都宮 LRT が、従来型の路面電車とは一線を画した乗り物であることがわかります。そしてこの辺りの勾配は、最大で60%ミルあります。車両の設計で考慮されている勾配は67%ミルで、これは将来宇都宮駅の西側に延伸する際に JR の線路を乗り越えるためのものですが、高い性能は最初の開業区間でも活かされることになりそうです。一方この先は、比較的早期に工事が進んでいた区間。最初にある星稜高校前停留場は、4ヶ月前の時点でほぼ出来上がっていました。今では多くの停留場で建屋が姿を見せていますが、4ヶ月前に宇都宮駅側から回った時、ここまで仕上がっていたのは、この停留場が最初でした。ここから 2.5 キロほど、軌道は工業団地の中を進みます。4ヶ月前は途中だった沿線の工場への入り口部分も完成しています。土地に余裕があったため、軌道の工事などが早めに進んでいたのです。道路脇には工業団地らしい鉄塔が見え、道路幅もこれまでより広くなり、交差点はレールの敷設も済んでいます。そしてこの次が、清原地区市民センター前です。この工業団地で唯一、他の交通機関との乗り換え拠点、トランジットセンターに位置づけられ、付随する設備が建設中です。4ヶ月前には自転車置き場が完成しており、バスなども入れる区画は工事用車両が入れるところまでできています。一方この先で道路を横切る部分は、まだレールが繋がっていないものの、レールを敷けば完成です。4ヶ月前はこんな感じだったので、大進歩ですね。そしてこの先で、再び軌道は道路から離れた場所に続きます。この区間は、1年前には軌道の整備が済み、4ヶ月前には架線も張られていた場所。今にも列車が走れそうな感じでしたが、車庫との間に工事が進んでいない区間があったので、試運転は他の区間に先を越されました。そしてこの先で下り線の軌道が2つに分かれ、島式ホームになります。この LRT では快速列車の運行が計画され、これは追い越し線としての利用を意図したものです。そしてこの先で、上下線の間に渡り線があります。この停留場の名称になっているグリーンスタジアム前は、この東にある施設で、大規模なサッカーの試合などができます。この渡り線を使えば、グリーンスタジアムでのイベント開催時にここで折り返す列車を設定でき、限られた編成で大量輸送ができます。ちなみに、前回あった蜂の巣はまだ残っています。この先の右カーブを抜け、
グリーンスタジアム前停留場から800メートルほどのところで下り勾配になると、軌道は工業団地を抜けます。正面にある歩道橋は、軌道を主張する位置にあったため架け替えられたもので、ここだけ軌道がまだ出来上がっていないのがわかります。そしてこの先で道路が高さを下げるのに対し、軌道は高さを戻して右へと向きを変えます。順調な進み具合に見えますが、全体の開業に影響を及ぼした場所が、実はこの先にあります。右カーブの奥で、車線の間に入っていく軌道。そう、平石停留場の手前とは逆に、ここで併用軌道に戻るのです。そして車線をまたぐこの部分は、4ヶ月前はまだありませんでした。ここが、この LRT 全体の計画に影響を与えた場所です。私が進んできた国道と、東西に伸びる県道が交差するこの交差点は交通量の多さで知られ、LRT の建設と並行して南北方向のオーバーパスが建設中です。LRT の立体交差の建設にあたり、道路への影響を避けるために規制範囲を限定していましたが、実際にはその規制範囲でも道路への影響が大きかったため、万一のことを考えて範囲を縮小することになったのです。これによって複数の作業を同時にできなくなり、工期が伸びたのです。当初は橋脚を立てる工程で遅れを取り戻す予定でしたが、機械や人員の手配がうまくいかず、遅れを完全に取り戻すことはできませんでした。横にある看板を見ると、完了時期がたびたび延期されていたことがわかります。そしてこの先では、次の停留場の建屋が姿を見せていました。交差点の部分も軌道が敷設され、4ヶ月前は影も形もなかっただけに、大きな変化です。なお、4ヶ月前はここまでしか来られなかったため、ここから先は1年ぶりに訪れる区間です。この先でも建屋が姿を見せた停留場が続き、工事は順調。当初の予定より後ずれした立体交差が一番遅れているのかと思いきや、そういうわけでもありません。この先では、再び工業団地に突撃です。看板の工事完了時期は付け替えられており、苦労が忍ばれます。そして次の停留場では、建屋がもっさりしたネットで覆われており、工事が遅れているのがわかります。次の停留場は鉄骨がむき出しです。そして併用軌道区間にありながら2つのホームが並んでいるこの場所、ここもトランジットセンターの一つで、周辺では施設が工事中です。この先で軌道は左に向きを変えるのですが、交差部分はアスファルトのままで、左奥もまだ基礎を作っている途中。なお、交差点を直角に曲がる場所は他にもありますが、前後両方で軌道が道路の中央を走るのはここだけです。そして平坦な軌道が続くものの、これは300メートル程度で終わります。奥との間にある謎の空間。そう、ここで軌道は60ミルの勾配で高さを下げ、そこから同じ勾配で高さを戻します。この勾配は、ここを横切るように田んぼなどが広がっており、土地が低くなっているから。工業団地を造成するときに埋め立てなかったため、谷状の勾配ができたのです。一方、この先にできる予定の停留場は、まだ影も形もありません。工事は10月までとなっていますが、10日余りで完成するとは思えず、まだまだ時間がかかりそうです。そしてこの先では河川柱が立ち、工事が進んでいるようにも見えますが、これはほんの束の間。軌道をまたいだ奥では交互通行となり、道路をきっちり塞いだ上で工事が進められています。そしてさらに奥にあるのが、起点から 14.6 キロ離れた、芳賀高根沢工業団地です。当初はすぐ脇にあるホンダに習い、ホンダ技研正門という名称でしたが、前編でご紹介したベルモールと同じく、変わることのなさそうな名称に落ち着いています。道路の中央に、一面2線のホームが出来上がる予定です。ポイントもある割に工事が進んでいませんが、実はここ、今年8月に工事の遅れが明らかになった場所。来年3月完成予定です。つい先日試運転が始まった区間に負けないよう進む工事。来年8月の開業は今度こそ固いようですが、その先には思わぬ課題もあります。この LRT の工事費は、当初460億円ほどとされていたのに対し、立体交差部分の地盤補強工事や、用地買収の難航などが響き、1年前の時点で680億円余りにまで膨れ上がっています。2度目の開業延期を招いた工事費の増加を加えればさらに増えるのは間違いなく、開業延期になった分の運賃収入がなくなることで、運営会社の経営はより厳しくなります。
そして前編でご紹介した西側への延伸構想に加え、芳賀町の中心部へ至る延伸構想もあります。LRT 単独の延伸に加え、周辺路線との乗り入れ構想もあり、それらの路線で使用されている 1067mm の基幹が採用されています。西側への延伸は、24年中の免許取得、26年中の着工、30年代前半の開業を目指していますが、これらの計画には、膨らんだ事業費によってそのハードルが上がった最初の開業区間の運営が成功することが不可欠です。宇都宮駅東口はすでに完成しており、発車案内表示器にも電源が入っているほか、平井市宇都宮駅東口間では、11月17日深夜から試運転も始まっています。この区間の運営が成功し、今後の延伸計画や他の都市での構想にプラスの効果が出るといいですね。ご視聴ありがとうございました。